平凡な家族たちが夢のセカンドハウスのため、築50年超えの頃古民家を買いました。100日間での完成を目標とし、DIY でリノベ、リフォームをしています。じじ、ばば、私たち、子供たち、3世代、3世帯家族による古民家再生物語です。こんにちは、みつです。親子3世代で古民家を購入し、DIY でリノベ、リフォームをしています。前回、床に向くフローリングを張り、部屋の大枠は仕上がりました。今日はキッチンや家具など、細かい部分を造作し、この部屋のフィナーレを飾りたいと思います。まず、ここに家電などを置く棚を作りたいと思います。材料は杉の集積材を使います。ちょうど段差があるので、これを活かして作っていきます。週末を過ごす家とはいえど、最低限の家電は必要かと思いますので、ここには炊飯器やトースターを置く予定です。簡単すぎて造作とは言えないレベルの手抜き感ですが、シンプルイズベストということで先に進みます。次はキッチンを作っていきます。今あるのは水場がないと不便だったので仮設で作ったキッチンですが、これをアップデートしてもう少ししっかりと作り直します。シンクは IKEA のものです。取り付け方法は過去動画で詳しく紹介しています。幕板を入れて安定させ、天板を固定します。週末に数回使う程度なので、システムキッチンのような大層なものはいりません。シンクとコンロのみのシンプルなキッチンで十分です。結論を先に言ってしまうと、このキッチン、材料費だけだと5万もあれば仕上がります。システムキッチンともなると、数十万するのが普通だと思いますので、5万円でキッチンなんてできるわけないと思われたそこのあなた。なかなかのキッチンが完成しますので、ぜひ最後まで見ていってください。私もネットで調べた程度で詳しくはないのですが、建築基準法の中に内装制限というものがあり、コンロ周りなどの火器を扱う範囲は、不燃材で仕上げなければいけないという決まりがあるようで。じゃあ木製の天板とかアウトじゃん。と絶望を仕掛けたのですが、よく調べてみると、2階や3階などの上階がある建物が対象で、平屋やマンションの最上階などは当てはまらないようです。幸いこの部屋は2階がないのでこのままで問題ないと解釈し、先に進みます。これでキッチンの骨組みは大方完成しました。そしてこのキッチンの窓の部分。ステンレスで出窓のような感じになっているのですが、かなり汚いし、見た目も好きじゃありません。どうするか、解体して作り直すかなど、いろいろ考えたのですが、良い方法を思いつきました。フローリングの端材がたくさん出ているので、これを上から貼ることにします。どうしてもこれくらいの中途半端が出てしまい、何か良い活用方法はないかと思っていたところです。接着剤とビスを併用して固定していきます。ここの接合部が目立つので、木材を加工して隠します。想像してたより良い感じです。接着剤が乾くのを待ちましょう。さて、次は家具を造作していきましょう。作業台としても使えるような大きめのテーブルを作ります。大人数で集まることが多いので、みんなでキッチンに立っても調理がしやすくなるような、そんなイメージのテーブルです。カフェ板5枚をつなげて、1枚板にしていきます。両端は5センチの角材でビス留め。反り防止のため、真ん中も固定します。190×90 のビッグサイズ天板ができました。足部分も作っていきます。あらかじめホームセンターでカットしてもらった角材を組み合わせます。テーブルも大きめサイズのものは良いお値段しますよね。特に私は木の質感が好きなので、木材とか天然木などの素材にこだわると数万とか数十万しちゃいます。だったらサイズも自由に設計できるし、作っちまおうということです。
ちなみにこちらのテーブルも材料費1万円ほどで作れますので、お財布にも大変優しくなっております。古道具のような、やれた雰囲気を出したかったので、ここだけ廃材を使ってみました。これで足部分は完成です。あとは天板を乗せるだけですが、先にサンダーで表面を滑らかにしておきましょう。新しい工具として、廃工機の電動サンダーを購入しました。これはもう、最高ですね。バッテリー式なので、コードを気にする必要もないし、ペーパーを交換するのも簡単で良いです。何よりこの大きな天板も、あっという間に終わってしまう作業スピード、これからも活躍してくれそうです。子供たちが怪我をしないように、角や端は念入りに滑らかにしました。ワトコオイルのナチュラルで軽く色付けしておきましょう。塗装することで汚れやシミなどもつきにくくなります。ここで冷蔵庫を配置して全体像を見てみます。冷蔵庫は最初の頃に買ってあったのですが、作業の邪魔なので別の場所に置いてました。毎日使うわけではないので、小さめサイズの冷蔵庫を選びました。ついでに他の家電も置いてみたりして、なかなか良い感じかもしれません。冷蔵庫の幅もぴったりです。最初からご覧いただいている方はご存知かと思いますが、元はここに勝手口がありまして、塞いで壁にしてます。勝手口を塞いだところに、冷蔵庫がジャストフィットというわけです。テーブルを仕上げていきます。このままだとビスが丸見えでかっこ悪いので、ダボでビス穴を埋め、見栄えよく仕上げます。テーブル完成です。使い込むほどに味が出そうな、良いテーブルができました。キッチンも仕上げていきます。まず全体的にサンダーでヤスリがけ。モルタル壁はどうするか悩んだのですが、この面は白で塗装することにしました。2回塗りでしっかり色がつきました。この方が明るくて良いですね。キッチンを戻して壁に固定します。キッチンと窓周りもビス穴はすべてダボで埋め、きれいに仕上げていきます。木製キッチンなので水には弱いです。このままだとカビや腐食ですぐダメになってしまうので、ウレタン塗装でしっかりとコーティングしていきます。乾いたら400番のペーパーで軽く撫でた後、さらに重ね塗りをします。今回は計3回塗り重ねました。塗装が完全に乾いたら、天板とシンクの接合部にコーキングをします。コーキングすることで、隙間から水が漏れるのを防ぎます。マスキングテープをコーキングを打つところの両側に貼っていきます。コーキングガンを使ってマスキングした隙間に打っていきます。ヘラで鳴らすのが正解のようですが、指でも良いみたいなので指で鳴らします。初めてにしてはうまくいきました。残りの箇所もやってしまいましょう。少し失敗しました。コーキングの幅が狭すぎましたかね。気にならないと言えば嘘になりますが、水が入ってこなければ良いので、これでよしとします。問題ない。
冷蔵庫を置いてみたら、この微妙な隙間が使いにくかったので、棚を作って調整します。これで少しは使いやすくなったと思います。もう完成は間近です。細かい備品も取り付けていきましょう。これは包丁用のマグネットスタンドです。包丁をワンタッチで収納できるので、自宅でも愛用しており、この家にも取り付けました。スイッチ、コンセント、照明も新しいものに交換。最後にインテリアと家電を配置していきます。収納家具は古道具屋さんで探してきました。実は私、アンティークや古道具などの古いものに目がなく、古民家を好きになったのもそういうルーツがあったりします。新品の家具も良いですが、古いものを手入れをして使うとより愛着が湧きますし、年月を重ねた味わいみたいなものは新品にはない魅力だと思うので、これからも大切にしていきたいです。これくらいの小引き出しも筆記用具や細かいものが整理できるのであると重宝します。ガスコンロは瓶内のバーモにしました。コンロは絶対これが良いと前々から決めていたのですが、実はこれに一番お金がかかりました。まあ今まで他のところをケチって節約してきてるので、これくらいは意思としましょう。なんとちょうど状態の良い中古品と出会え、お得に買えたのでラッキーでした。テーブルに合わせた椅子は、廃校になった小学校の理科室で使われていたものです。懐かしさを感じる視聴者さんも多いのではないでしょうか。かくいう私もその一人です。使い込まれた傷や、やれ具合が、なんとも可愛らしいです。シンプルながらも木材のぬくもりがあるキッチンが出来上がりました。購入直後はこんなオンボロでした。それが自力でなんとかここまで、我ながらよくやったと思います。キッチンというよりは台所という言葉の方が合いそうな懐かしさもあります。今後も使ってみて不便だと感じたところは手直ししていくかもしれませんが、ひとまずこれでこの部屋は完成です。最後にキッチン製作の材料費を大まかにですがまとめてみました。なかなか安く仕上げられたと思います。このチャンネルでは DIY 素人3世代家族が100日間での完成を目標とし、古民家の改修を行っています。チャンネル登録、コメント、高評価などで応援していただけると嬉しいです。次回はこれまでの過程をまとめた総集編を作ろうかと思っています。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。